暴れん坊将軍。すまねえな。無理やり夜回り付き合わせちまって。いや、かまん。頭もうるさし、用心棒代わりだよ。今月に入って2度の押し込みですからね。浪人崩れだってよ。だんびら振り回されたんじゃ勝ち目ねえもんな。それによ、相手は3人組だろ。桑原桑原。バカ野郎、参ってやんね。めぐみのメンツにかけてとっつかめんだよ。ねえ、新さん。出た。お前たちはここにおれ。命が欲しいか。貴様、逃がし屋か。金は持ってるだろうな。金は5万パール。よし、芝口の旗尾の笹屋に行きな。すぐに江戸中に人相書きが回るから一人で逃げ出そうと思うんじゃねえぜ。さあ行きな。大した怪我ではない。大丈夫だ。助かりました。私は南町同心の久米幸次郎と申します。あなたは徳田新之助さんでしょう。新さん、久米さんはね、今度芝の定町回りになったんですよ。はい、そうだったのか。今後ともよろしくお願いいたします。くそー、逃げ足の速い野郎だ。逃がしたのか。あいつが頭目らしかったのにな。おかしいな。左足に小塚が当たったはずだが。相手は筋金入りですね。まあ、いずれ俺が必ずとっ捕まえてみせますよ。立て。さあ、あの男の名は？はあ、赤丹の勘助という腕利きの合匹です。今自分何の用だい？赤丹の勘助のつてかい。さまやく。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。さあ。悪いけど前金で50両だよ。おめえが逃がし屋の元締めかい。噂は聞いてたが、こんなところで堂々と旅籠をやってるとはな。余計な口を叩くんじゃないよ。普通の客も泊まってんだからね。
部屋案内してやり、水の手当てもしてやるんだよ。わかりました。久米幸次郎は昨年父親を亡くした律儀な若者。万一のことがあれば久米家は耐えるところでございました。徳田新之助という立派な方に助けていただいたと深く感謝をしておりました。そうか。すると幸次郎はまだ独り身か。はい。上司などがいろいろと縁談を持ちかけてはくるようですが、いまだに。そうか。ところで昨日の押し込みの一味だが、やはり頭目はあの逃げた男か。はい。ただいま行方を追っておりますが、あるいは逃がし屋の手引きで江戸を抜け出す算段かもしれません。逃がし屋？ここ2、3年の間に手配中の者が江戸から大勢姿を消しております。厳しい網の目をくぐり抜けたところから見ると、これはその連中を助ける逃がし屋が絡んでいるのではないかと。しかしいくら逃がし屋がいるとしても、江戸中の大木戸や番所の見張りを破るのは難しいんではないのか。まず陸路の脱出は不可能でしょうな。すると船か。その線が強いと思われます。おゆき、今帰ったよ。疲れた。夜通し帳面付けさ。お勝手に朝ごはんの支度ができてるわ。お前こんな朝っぱらからどこへ出かけんだ？お鶴さんたちと観音さんまで行くことになってるの。ちょっと。本当にお鶴さんたちと行くのかい？男友達でもできたんじゃないのかい？嫌なお母さん。お前も年頃だからね。変な虫がつきやしないか心配なんだよ。お前は笹屋の跡取り娘なんだからさ、私がいい婿さん探してあげるからね。近頃はバカな若侍が多いから気をつけるんだよ。私は三品は大嫌いさ。そんな人ばかりじゃないわ。なんだって？なんでもないわ。じゃあお母さん行ってまいります。気をつけるんだよ。早くお帰りよ。はーい。ああ、徳田さん。もう出歩いているのか。医者の帰りです。昨日はどうもありがとうございました。いや、いい子じゃないか。幸次郎さんのいい人か。そんな。今日は非番のはずでしたから観音様まで行く約束だったんですが。当分非番だよ。どうだ、一緒に食事でもしようか。はい。呼んでこいよ。はい。さてと、紹介してもらおうかな。はい。芝口の笹屋という旅籠の娘さんでゆきさんです。こちらは徳田新之助さんです。はじめまして。旅籠の娘さんか。こんなべっぴんさんとどこで知り合ったんだ？浅草です。変な連中に絡まれていて、それで。久米様に助けていただきました。友達のお鶴さんと2人で。本当にそれだけなんです。まあ気にするな。いいじゃないか。聞くところによると父さんは上司の持ち込んだ縁談には見向きもせんそうだな。だがこういうことならわかるよ。めぐみの連中でしょう。そんな噂をするのは。困るんですよ。違うんです。私とゆきさんは何もそんな噂が立つとゆきさんが迷惑します。ゆきさんは笹屋の跡取りですし。私鳩なんて継ぎません。それより久米様の方にご迷惑が。父さん、これは隠してもダメだな。付き合ってるのは一目瞭然だ。そう口とがらすな。八丁堀の同心の中には町屋から苗木をもらう者もいるそうじゃないか。武家の養女にしてな。徳田さん。お待ちどうさま。お、来た来た。小
このうなぎは評判でな。おお、うまそうだな。やっぱり酒2、3本もらおうか。はい。こうさん飲めないから代わりに俺が飲もう。いいじゃないか、俺だって。誰に遠慮がいる。さあ、いただこうかな。ああ、そんなの知ってるよ、昔から。でもね、なるべく内緒にしてたのよ。だっておゆきちゃんのお母さんに知れたら大変なんですもの。どう大変なんだ。あだ名がね、新さん、田楽脅しのおたかってんだよ。田楽脅し？そうだよ。ほら、これ日本雑誌。お侍さんがね、それもご公儀のお役人が大嫌いなんだよ。この間なんかね、2階からね、下を通ってるお役人の頭に水ぶっかけちゃってさ、もうじきでお手打ちになるとこだったんだよ。それにしてもよ、久米様のことなんか耳に入っちゃったら逆上して何をするか分かりやせんぜ。かなわぬ恋でございますよ、あの二人。新さん、二人の仲を取り持とうなんて思っちゃいけませんよ。そう、あのおかみさんじゃどうにもなりませんよ。岡っ引きの赤丹の勘助は才蔵と詐欺りにつけられているとも知らず芝神明町へ現れた。やめろよ、やめてください。いい加減にしないか。動いてやるよ。大丈夫です。ありがとうございました。助かりました。すみません。頼むよ。はい。ありがとうございました。はい、5両。ありがとうよ。しかし早いもんだな。お前さんがこの土地に流れてきたのが8年前だ。それが今じゃこんな立派な旅籠の女主人。やっぱり俺たちとは頭の出来が違うぜ。何をおっしゃいます。お上から10手預かっている親分さんたちにはかなやしませんよ。ところで今月の荷はいつ積み出すんだい？月末ですよ。他の親分さんにも伝えてくださいね。分かった。しかしなおかみ、荷物を集めるのも楽な仕事じゃねえんだ。もう少し値上げをしてもらいたいもんだな。じゃまたな。いらっしゃいませ。新しいのお付けしました。ご機嫌のようだな、勘助。旦那。まあ、飲め。勘助、俺の目を節穴だと思ってたら大間違いだぞ。何のことです？とぼけんな。お前は先月の取り物の時にも一人逃がしているな。そりゃあしだってね。お前がわざとトガニを逃がしたんだろう。旦那、それはひどすぎますぜ。外で話そう。出ろ。俺はな、お前の仲間のことも調べ上げた。坊主の達、イノシカの八、いずれも花札の2つ名前の岡っ引き。連中が今までに逃がしたトガニが大勢いる。貴様たちは逃がし屋の手先なんだろう。久米の旦那、どこかに元締めてるはずだ。おい、正直言え。最後かも吐けば命だけは助けてやる。勘助、八丁堀をなめるんじゃねえや。勘助、勘助、勘助。
出してもらいましょう。この屋敷に何かありそうだな。よし、表に回ってみよう。馬淵、船手頭の馬淵軍左衛門の屋敷じゃないか。当時江戸湾の警備を担当していたのは船手奉行所であった。その中核は6人の船手頭で、それぞれ700石の旗本である。この馬淵軍左衛門はその船手頭の筆頭であった。今月は5人だけか？今のところ月末までにはあと2、3人は。御前様、とりあえず5人分だけ。1人50両ずつ巻き上げて岡っ引きに5両、わしが30両、残りがその方の取り分だ。悪くないの。人助けでございますからね。そう悪意な真似は。何を言うか。今では相当の信頼を残したであろう。何をおっしゃいます。御前様こそ私のようなものを江戸中に何人も配置して、その上がりが莫大でございましょう。私なんぞせめての望みが、今の旅籠をうんと大きくしてたった一人の娘に継がせるのが夢でございますからね。お高、その方は町奉行所の同心久米幸次郎とか申す者を存じておるか？とんでもございません。その役人が何か？勘助が逃がし屋の手先だと見抜き問い詰めたそうだ。幸い金子が通りかかり勘助の口を封じたが油断はならぬ。いずれ始末はつけねばなるまいの。船手頭の馬淵殿は、おそらく御用船を使って咎人どもを逃がしているんだろう。上様、実は下田奉行所から今月初めに手配中の咎人2名の遺体が流れ着いたという知らせがございました。ことによると奴らが。そうか、逃がしてやると偽り金を奪って海へ。あり得ることだ。しかし船手頭の筆頭ともなれば確かな証拠を抑えぬ限り、まずはお宅から崩そうと思うが、あの女の確かな素性を調べてくれんか。まあ怖い。それじゃあ久米様の目の前でその岡っ引きが切られたの？そうなんですって。それからこうして幸次郎様に向かってきたんですって。そこへめ組の人が来たので助かったそうよ。大変だったのね。私幸次郎様にもしものことがあったらとても生きてはいられないわ。おゆきちゃん、久米様から何か言われたの？今日めぐみのおかみさんに頼んでうちのおっかさんに話してもらうつもりだからって。あ、新さん。何かあったのか？何言ってんだい。これ違ったらお前さんの娘じゃないか。久米さんのどこが気に入らないって言うんだよ。何もかも。あ、新さん、いいとこへ来てくれたね。ちょっとうちの頭の代わりに何か言ってやってくれよ。この田楽脅しがね、今度私を脅しに来たんだよ。冗談じゃないよ。うちの大切な娘を脅してこの三品と一緒にさせようとしてるのはお前の方じゃないか。お母さん、お前黙っといていいかい。大体私はね、おさいさん、お前さんが大嫌いだったんだよ。私の悪口言いふれ回ってんのは私はちゃんと知ってんだからね。当たり前じゃないか。私だってね、お祭りに一文も出さないようなね、そんな白人の六六分なんか大嫌いなんだよ。本当におゆきさんのお母さんかね。なんだって？二人ともやめてください。お願いやめて。
おかみさん、高さんから世話役でも頼まれたのか。今ちょっと前にね、植木ちゃんに悪いけど私は断ったんだよ。ところがさ、この化けの子が飛び込んできてゲン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 うるさいもんだから、私だって頭にきちまったんだよ。現にこうして三品の後ろ盾になってるじゃないか。おかみ、この二人は付き合ってる。たとえ母親でも娘の幸せを奪い取ることはできまい。ちょいとあんただね、めぐみの用心棒の新さんってのは。そうだ。あんた父親はいるのかい？おらん。じゃあはっきり言わしてもらうよ。私の亭主はね、このゆきの父親はね、公儀の役人どもに殺されちまったんだよ。おっかさおゆき、勘弁しておくれ。お前には旅先で死んだって言ったけどさ、本当は役人どもに殺されちまったんだよ。本当さ。タカさん、これで分かったろ。こんなこと娘の前で言いたかなかったさ。でも仕方がないだろう。ご公儀の役人ならやったって許されると思ったら大間違いだよ。世の中はね、あんたが思っているよりよっぽど恐ろしいところさ。まあ、あんたも夜道には気をつけるんだね。さあおいで。新さん、めぐみなんぞの用心棒じゃいくらにもならないだろ。うちへ来ないかい？うるさいね。とっととお帰りよ。お邪魔さま。さあおいで。さあおいでくれ。おまっちゃん、追っかけてって勝負かけてみり。お高の素性が分かりました。詳しくはこれに。軍左衛門の方はどうだ。今のところ動いていません。では。そんな、ではお高さんが？町奉行所では近く手入れをするはずだ。そうなるとお高は死罪だ。今改心して大元締めを叩き潰すのに力を貸せば島送りで済むかもしれん。じゃあ徳田さんは？これでも公儀で食わしてもらってるものだからな。逃がし屋など放置しておくわけにはいかん。わかりました。徳田さんが力になってくださるんでしたら100万の味方です。私はどうすればいいですか？赤丹の勘助の他に怪しい岡っ引きはいるか？います。坊主の達、イノシカのハチ。よし、まず坊主の達のところへ案内してもらおうか。はい、こっちです。助けてくれ、勘弁してくれ。貴様が笹屋に咎人を連れてったこと分かってるんだぜ。僕問題に登りたくなかったら何もかも吐くんだな。そんな。坊主の達の手ずるか。何をやったんだ。筋切りか。おかみさん、入れておやり。いらっしゃいませ。前金で50両だよ。50両か。ずいぶんいい商売だな。おかみ、少し安くしてもらえんか。新さん、偽物だよ。泊まり客が目を覚ます。
間に合いな。はい。奥で話そうか。私はどうしようってんだい。これであんたが逃がし屋の元締めだということは分かったわけだ。奉行所に突き出せば打ち首は避けられまい。あんたも奉行所の手先かい。そうではないが、江戸の平安を願う者の一人だ。押し込みや辻切れを逃がしていて、江戸の者は枕を高くして休めまい。どうしてこんな仕事を始めたんだ？人助けさ。人助け？そりゃ悪いやつもいるさ。だけどそんな悪党を作ったのはご制度が間違ってるからだよ。どういうことだ？生まれついての人殺しなんているもんか。誰だってまっとうに生きようと思ってんだ。だけどある時必ず裏切られるのさ。あんたは任別書に深川の生まれとあるが、実は駿府の生まれだな。亭主は飾り職人の弥平。13年前に島送りになってる。うちの人はね、職人仲間に金を払ってくれない問屋の旦那を刺して怪我をさせた罪で島送り。あんたの調べでもそうなってたろ。今でも忘れるもんか。あの日は小雪がちらついてる晩で、もうすぐお正月。うちの人がお雪の晴れ着を買いに行ってくれてさ、あんまり帰りが遅いので表通りまで出てみたら、奴らうちの人を待ち伏せしてて、無理やり連れて行っちまったんだ。お前さん、お前さん、お前さその問屋の旦那と駿府の役人がグルになってたんだ。うちの人は殴っただけさ。それを刺したことにして、奴らうちの人を八丈島へ流しやがったのさ。あんたの調べで本当のことがわかるもんか。そうでもないぞ。何言ってんだい。私はね、幼子を抱えて必死でお役所を回って、あの人の無実を訴えたんだよ。天下のご公儀だもん。きっと今に亭主の無実を分かってくれる。そう信じて5年の間ずっと。ところがどうだい。5年目の秋、私は駿府の町奉行所へ呼び出されたんだよ。弥平の女房タカだな。はい。弥平は先月の末八丈島にて病死をいたした。供養してやれ。お役人様、お役人様、待ってください。お役人様、下がれ。お役人様、下がらんか。私は娘を連れて江戸へ出てきたんだ。二度と役人なんかお上なんか信じるもんか、そう心に決めてね。必死で働いたよ。小さな旅籠を始めたのが3年前。その頃初めて咎人を逃がしてやったんだ。知り合ったあるところの船頭が逃がしてくれて、思わぬ礼金までもらってさ。それからは次から次と逃げてくるやつが増えて、岡っ引きが連れてくるようになって、人助けで始めた仕事が今じゃこの通り逃がし屋家業さ。だけど私は悪いことしてるなんて思っちゃいないよ。では盗人どもに殺された身内の者はどうなる？たとえ100人に1人無実の者がいたとして、その者を逃がせば幸せになれるのか？一生追われる身になるだけではないか。おかみ、今のうちに足を洗え。そして明日の朝、夜が明けたら俺と一緒に行ってもらいたいところがある。
驚きました。前に一度会ったことがあるんです。この長屋です。あの女の名前は菊。生まれは八丈島です。島流しの咎人と逃げようとして崖から落ちて左足を折ったそうです。八丈島ですって。しばらくしてその咎人が無実とばかり放免されました。その時特別の許しが出て菊とその男は夫婦になったそうです。お上、言ってみろ。亭主のことがわかるかもしれんぞ。一つ消えれば一つ生まれる。この世は悲しみばかりでも雨が上がれば虹もかかるさ。恋にも巡り合う。さあ出かけよう。あの山越えて。どちら様でしょうか。どうしたんです？風に揺れてる草花に愛しさを知るだろう。さあおやすみよ。いい夢ごらん。眠りの中で心広げて。女の名前は菊。島流しの咎人と逃げようとして崖から落ちて左足を折ったそうです。菊とその男は夫婦に。夫婦に。謝りたいと言っている。そうめ。5年前だ。駿府の役人の不正が分かり弥平の無実も分かったのだ。じゃあなぜ死んだと？あんたの訴えが激しくて死んだと偽り片付けたらしい。弥平も島で一生を得ると思っていたそうだ。だからお菊さんの情けを受けたのだろう。それでも弥平はあんたとお雪の居所を探し続けたようだ。人別書を偽り消息を断ち切ったのはあんたの方だ。お雪を咎人の子にしたくなかったんだよ。だから素性を隠して生きてきたんだ。みんな駿府の役人のせいじゃないか。小物問屋の主から願いを受けて弥平を島送りにした役人は切腹の沙汰を受けたそうです。お高さん、訳はどうであれおゆきさんのためにも罪を償ってください。分かったよ。もう何も言うことはないさ。言ったところでどうしようもないからね。でもね、久米の旦那、私は口が裂けたって大元締めの所在は言わないよ。審査が何て言ったってこれからだって無実の罪で追われる者はいるんだ。お上、大元締めがたった30両で咎人を逃がすと思うか。下田に逃亡した者の死骸が流れ着いたそうだ。逃亡者の所持金を全て奪い取り殺害してるのかもしれないんだ。まさか
それでもあんたは大元締めを構うのか。それでは救いようがないぞ。その下田の死骸の一人には竜の入れ墨があったそうです。私が先日連れてきた虫雲に間違いありません。御前様、それでは話が。お高、月に5、6人の咎人を逃がすのに御用船を使って勘定が合うと思っておるのか。どうせ役人どもの儲けた金だ。わしが巻き上げて何が悪い。その時に手向かう奴は切り捨てるまでだ。余計な詮索をしようって何ということだ。悪党にも仁義ってものがありましょう。わかりました。私の亭主を島流しにした役人と同じ人間のクズさ。私はさっぱり足を洗わしてもらいますからね。予定より早いが今夜船を出そう。御用船に連絡をして橋家の手配をせい。はっ。どうしちゃってんだよ。これじゃ話が違うじゃねえか。往生際の悪いやつだな。貴様らはどうせ人間のクズだ。生かしておいてもろくなことはせん。御用船にて房州沖まで連れて行き、このお高と一緒に深の餌食にというわけだ。お高、笹屋の寝台は娘ともどもわしがもらってやるから安心して成仏をしろ。よし、船に乗せろ。あとは任せる。先日も下田へ無宿人が流れ着いたそうだ。ヘマをやるなよ。よし、行け。誰だ貴様。馬淵軍左衛門、とうとう化けの皮が剥がれたようだな。人間のクズとは貴様の方だ。何？どうやらこの船はその方どもにとっては三途の川の渡し船になりそうだな。見物。上様。新さんが上様。馬淵軍左衛門、その方船手頭の要職にありながら御用船を使い咎人を逃がし、さらにその者どもから金品を巻き上げ殺害するとは言語道断。せめて幕臣として世の面前にて潔くいたすがよい。軍左衛門、腹を切れ。上様ではない。手物だ。切れ切れ。
船手頭の馬淵軍左衛門と家臣の金子は切腹を命じられた。笹屋は没収されたが、吉宗と大岡の計らいでお高は1年余りの受労で放免になりそうである。そして弥平とお菊がひっそりと江戸を離れたことを知る者はいない。幸次郎はどんなことがあってもお雪を妻にしようと固く心に決めた。ねえ新さん、じゃあさ、お高さんが方面で帰ってきたらさ、今度は久米さんとおゆきちゃんの祝言だね。そうだな。そうなるといいな。大丈夫よ。どうせうちのお兄ちゃんとお姉ちゃんが世話役でしゃしゃり出るんだから。当たり前じゃないか。じゃあ誰がしゃしゃり出るんだよ。でもさ、おゆきちゃんがお嫁に行っちゃったらお高さんどうするのかしらね。もう一度逃がし屋家業をやってくんねえかな。ちょいとバカなこと言わないでくれよ、親方ったらもう。でもよ、こう借金取りに追い回されたんじゃ逃げたくもならな。なみんな近頃は飲み屋のツケも効かねえしよ。おめえが一番多いんだよ、そのつけ。相変わらずの騒がしさである。だが江戸の庶民の心の温かさがあふれる恵みであった。この連中がお高の新しい人生をきっと支えてくれるに違いない。そう信じて疑わない吉宗であった。この俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。よいしょ。上様。奴らの仲間か。手紙によるとそちの周りを嗅ぎ回っている500人おるそうじゃの。とっても偉いお旗本の家の人で、どうしても私お嫁さんにって言ってきたの。お父様反対するでしょ。大バカもん。ほら怒った。父は私がいつか家を離れるかもしれないと思っているようです。旦那の娘さんは実はそのおりんの娘。あんたはその娘をこともあろうに大奥に勤めさせている。こりゃ天下の大罪じゃござんせんかい。暴れん坊将軍八丁堀師走の恋歌、どうぞお楽しみに。